ゆたおです。今回は眠った姿もめっちゃ可愛いこのポケモン、翡翠ヌメルゴンの紹介です。はいどん。8分でわかる翡翠ヌメルゴンのすべて。この子の特徴はこのドラゴン鋼っていう超優秀タイプ。弱点2つしかないのに半減以下にできるタイプが驚異の10。しかも原種ヌメルゴンと同じく特防出力値が150もあるのでめっちゃ受け出しやすいですね。あと原種と比べると防御が高いのもポイント。原種のネメちゃんは物理で殴られるとちょっと柔らかかったですけど、この子はそこそこ硬いので対策しづらそう。その分素早さは原種より遅めですね。あとヌメルゴンといえば技のデパート。翡翠の子ももちろんめっちゃ技範囲優秀です。ちなみに原種もですけど、雨降ってる時しか進化できないので、進化させる時は雨降るまで気長に待ちましょう。ここから詳しく説明します。特性はこの3つ。原種は潤いボディがあったんですが、その枠はシェルアーマーに変わっています。パッと使いやすいのは草技無効にできる装飾かな。もともと草技を4分の1にできるので装飾の意味はなさそうに見えるかもしれないですけど、キノコの本種とかヤドラギの種を無効にできるのが優秀。あとヌメヌメは接触技に対して相手の素早さを落とせる特性。翡翠ヌメルゴン物理格闘技とかで倒したくなりますけど、倒されても接触技なら後続のサポートができる。で、原種から追加されたシェルアーマーは急所に当たらなくなる特性なんですけど、耐久型したい時に急所に当たらないっていうのは地味に嬉しいのと、あとウーロンスの暗黒鏡だと水獣連打とかが確定急所技ですけど、シェルアーマーだと急所に当たらないので、それを防げるのがめっちゃ強いです。素早さ関係。素早さ取得値60で遅いポケモンなので、素早さあまり振らないのが普通だと思います。これは左のポケモンたちが素早さ無振りの時に、ヌメルゴンに素早さを振ったらどこまで抜けるかっていうのを出しているんですが、性格補正なしで素早さに振ると素早さ無振りのランドロスぐらいまでを抜ける感じ。ただこのぐらいの素早さのラインのポケモンは素早さに振られていることも多いですし、ヌメルゴンくんは耐久にも努力値振りたいので実際には調整するにしても素早さ無振りアーマーガーとかジオンジェンのあたりを意識していくことになるかなって思います。技めっちゃあります。特殊型のドラゴン技なら流星群か竜の波動あたりで選択。好みですけど火力アップアイテムなしのアタッカーだと竜の波動はちょっと威力足りないかもです。物理だと激鱗が普通かな。耐久寄りの方だと相手に積ませないためにドラゴンテールもあり。鋼の特殊技はラスター可能が基本。耐久無振りの羽ばたくために大ダメージですけどギリギリ一発では落とせないくらい。徹底抗戦は実施退場したい方なら採用はありです。物理のヘビーボンバー、アイアンヘッド、アイアンテールはみんな違ってみんないい。ヘビーボンバーは注目で、翡翠ヌメルゴンくんなかなかいい大技なので、かなりのポケモンに最高力の120を出すことができて、あと物理耐久のないハマタッカミ相手だと、攻撃加工補正、攻撃努力値無振りの子が使っても、ヒットポイント振ったハマタッカミを落とせるので、ピンポイントに特殊型の子に採用するのもありそうです。ちなみに原種ヌメルゴンは鋼技を覚えなくて、代わりにパワーウィッパー、クアテール、ポイズンテール、気合玉とかを覚えます。サブウェポン特殊型だととりあえず大事なのは炎。鋼ドラゴンの技範囲だと鋼タイプに有効打がないので、鋼に抜群つける炎は有力。抜群ついて大体確定に圧っていう感じの火力なので、命中安定の火炎放射が使われやすいかなって思うんですけど、こだわりメガネとかも使いつつ、大文字で高火力を押し付けるのもあり。水技も弱点の地面とかヒードラーへの打点になるので優先度は高め。出てきた地面に水テラスタルで逆襲みたいな使い方ができそうです。あとは環境とかパーティーに合わせて電気技とか氷技とかも使えます。地面技は特に物理型で使うときに重要。自身が鋼タイプへの打点になります。マットショット地ならしも相手の素早さ下げられる優秀な技ですけど、相手が最速でこっちが素早さ無振りで1回使っただけだと最速85族にようやく並ぶっていうくらいなので注意。あと格闘技でボディプレスは防御高い方が威力が出る技なんで、防御アップの積み技と一緒に使うと強力。カウンターも物理で殴ってくる相手を無理やり突破するために使えますね。毒技はドラゴン無効のフェアリーへの打点で、原種ではよく使われてますけど、翡翠の子はタイプ1の鋼でフェアリーの弱点をつけるので、原種と比べると優先度は低め。ただ相手の特防を下げられるアシッドボムはいい技です。岩技は岩なだれ岩石封じで物理型とかでは候補。最後ノーマル技でヒットポイントが低い方が威力が出る面白い技ジタバタもありますけど、とりあえず先制技でフェイントを覚えるのが重要です。ここから変化技。自分の能力を上げる技は立てこもる、解ける、呪い。立てこもる、解けるはどっちも防御2段階アップでどっちでもいいっちゃいいんですけど、 PP が解けるの方が高いので実はちょっとだけ解けるの方が優先度が高い。解けるは進化前のヌメラヌメイルでしか覚えられないので、使いたい時はヌメイルのまま SV に持ってきて解けるを覚えさせてから進化させましょう。
呪いは防御と攻撃を同時に上げられる優秀技で、この子はもともと素早さが遅いので、素早さダウンもあまり気になりません。他に相手の能力下げる技で、涙目甘える怖い顔。転校技で、日本バレ雨乞い砂嵐を覚えます。あと最後、耐久型するときに欲しくなる回復技ですけど、みんな覚える眠る以外だと命の雫だけ。ダブルなら味方も一緒に回復できる技ですけど、シングルだと回復量が少ないのがちょっと惜しいかなっていう感じです。テラスタルの候補。まず大事なのは飛行だと思います。弱点の地面を無効、格闘を半減できるので何かと相性がいい。あと格闘が流行るようだったら格闘を無効にできるゴーストもありですね。水も相性が良くて装飾で草弱点を消せるので水技強化しつつ弱点を電気だけにできる。タイプ1の鋼ドラゴンも使われるかな。あとは格闘だけじゃなくてアクドラゴンの対策もできるフェアリーとかも有力だと思います。型をまとめるとこんな感じ。まずは突撃ジョッキの特殊アタッカー。ただでさえ強い特殊体系を強化する原種でもよく使われる方です。原種と違ってフェアリーも受けられるのがポイントで、羽ばたく神のムーンフォース5回でようやく倒せるくらいの特殊耐久になります。相手の特殊アタッカーに対していい感じのクッションになりますね。物理アタッカーにするとこんな感じ。攻撃出力値も特攻とそこまで変わらなくて、物理で威力出る技も結構あるので、環境によっては物理アタッカーも全然あり。他アタッカーでパッと使えそうなのはこだわりメガネ。技構成はあんまり変わらないですけど、相手への負担が段違い。耐久無フィンのランドロスとかなら一撃で吹き飛ぶくらいの火力が出ます。他に命の玉とか火力アップアイテムとかもありですし、技を物理にしてこだわり鉢巻きにするとか、素早さ努力値振ってこだわりスカーフにするとかもあり。あとは回復して耐えられる回数を増やせるかもしれないお盆のみとか、弱点が少ないポケモンなので風船とかヨプのみ鹿のみとかで弱点をカバーしていくのもありだと思います。ここから耐久重視の方。まず呪いを積むアタッカー。特殊な有利対面に繰り出して相手が交代するタイミングとかで呪いを積んでいく。特殊方面が硬いこの子で物理を硬くすれば最強じゃんっていう方です。1回積んで殴っていってもいいですけど、2回以上積んでその後眠ってカゴの実で起きて攻撃するっていうのもあり。耐久重視の方の時はテラスタルを使って弱点技をうまくかわしていきたいですね。こちらはもっと防御重視。溶けるとか立てこもるとかで防御を強化してボディープレスで殴っていく方。物理耐久を一気に上げられるので相手からすると突破なかなかできないですし、防御アップしたボディープレスの威力はなかなかです。最後起点作り。相手の能力を下げる技をいろいろ覚えるので、それを使って相手の能力を下げて後ろに繋いでいく方。耐久高いのをうまく活かして相手の能力を下げて相手の交代とかを読んだりしながらうまく立ち回っていきたいっていう感じになると思います。はい、だいたい8分。さあ対戦の方やっていきましょう。今回はしきさん主催のレギュレーション D の仲間大会にお邪魔して収録しています。で、お相手はガチグマくんいる。これぞレギュレーション D っていうパーティーですね。今回はヌメルゴンくん出していきたいパーティーなので、ヌメルゴンくんは出していくんですけど、物理対策にはギャラドス出して、ちょっとまだ物理薄いかな。サンダーでいいかな。これでいきましょう。対戦よろしくお願いします。3連勝しているのでこの試合も勝っていきたい。あと取れ高でウーラオスくん水ですね。でウーラオスくんには熱く選出はしているんですけど、ここはギャラドスでいいかな。まあでもサンダーかな。サンダーで麻痺を入れていきたいと思ってたんですけど、お相手引っ込めボルトロス。なるほど。いやでも010ボルトじゃないからサンダー引き読まれたっていうわけではないかな。ここは放電打っていきましょうか。これボルトロスはギャラドス引きを読まれた感じですね。これ3匹目まで見えますね多分。ガッチグマ。なるほど、そういう感じ。まあガッチグマに相手できないことはないんですけど、ここは電気やダーク出していきましょう。役割関係見ていきましょうね。ギャラドスをガチグマに当てる。
でサンダーをウーラオスに当てる。で相手のボルトロスがヌメルゴンの役割対象ですね。交代戦になりそうです。威嚇、地震、ヌメルゴンへの交代読みかな。ここは出てくるのはボルトロス。ただボルトロスは見てから動けばいいので、ボルトロスをサンダーで見てもいいんですけど、そうするとウラオスが見れなくなってしまうので、アメマダー君出していきましょう。ようやく流れが来そうですかね。まあこの交代も読めるかもしれないっていうか読めるんですけど、挑発、よしよし、それは美味しい。こちらのヌメルゴン君は圧倒的フルアタッカーのこだわりメガネ型です。さあ流星群打っていきましょう。電磁波、そんなんでいいんですか。そんなんで良いですね。ボルトロスくん、それはずるいと思うんですよ。威張る、いや身代わりの可能性はあったけど、ここ動いてよ、動いてよ、動いた、動けばこっちのもの。この火力、相手ヌメルゴン受けられない状況だったんですよね。だからもうボルトロスと対面した時点でだいぶ有利で、この火力の押し付けがこだわりメガネの魅力ですね。さあガチグマ、ここはどうしましょうね。ビルドアップ積まれると嫌なんですよね。ここはギャラドス交代していきましょう。から元気、いやー火力ありすぎでしょう、火力ありすぎでしょうと思うんですけど、滝登り打っていきましょう。引っ込め、とりあえず気合を助けは削れた。これ暴風当たるかどうかの勝負になりそうですね。ここでウヌメレゴン捨てます。さっきの時に捨ててもよかったんですけどね。これ完全に暴風当たるかどうかの勝負になってる。いやでもここはテラスタルかな。暴風打っていきましょう。引っ込め。さあ暴風当たるか。当たった。いやここ役割ないので捨てます。から元気、それなら5通目と一緒に落ちるんじゃないかな。よしよしよし、完璧。対戦ありがとうございました。4でしょ。さあ2戦目やっていきましょう。さあ渡り鳥、どこが鳥やねん。じゃあもうここはいつものように電気アダー君に引いていきたいと思います。ここでお相手の型がある程度わかるかもしれない。ステルスロック、起点型ですね。ステルスロック痛いんですよね。ここは
まあ素直に滝登りしていきましょう。レジ歴バックでも全然いいので。エレか、それはレジ歴かな。レジ歴、滝登りと。地面テラストルでレジ歴潰してもいいんですけど、砂ダークに出していきましょうか。エレカ引っ込め。ジュキと、なるほど。危険助けを潰せるのは大きい。これは役割交代かな。ヌメルゴンでレジエ歴見ていく感じになりますね。攻撃してきてる。ボルチェンかな。テラスタル、氷。これお相手カバルトン読みですね。テラバーストにはトランジスタ乗らないから火力は出ないでしょう。いい耐久。氷抜群じゃないっていうのが原種との違いですね。ここは流星群安定ですね。ボルトチェンジ。さあどっちが落ちるよ。いやこれは危険助けかな。落ちた。はい、突然ですが後付けのユタオです。今回レギュレーション D の250人規模の仲間大会だったんですけど、この構築かなり強くて、ヌメルゴンくん全試合選出で最高7位まで行きました。最後めっちゃ構築相性不利の同じ方と2回連続でマッチングして、最終は28位だったんですけど、こだわりメガネヌメルゴンくん、有利対面1回作れば相手のパーティーが崩壊するのでほんと強かったです。特にギャラドスくんとの相性はバッチリでしたね。それではあとは対戦のゆたのさん、よろしく。ここはギャラドスお役御免ですね。ここはテラスタル切って流星群していきましょう。いいファイト。よしよし。物理耐久も優秀。流星群が襲いかかる。さすがにこんだけヒットポイント残ってれば大丈夫でしょう。意外と危ない。でもヌメルゴンくんはいい活躍した。特殊に対して安定感抜群。タイプも優秀。ぜひ使ってみてください。対戦ありがとうございました。今回はここまでです。またね。